ちは、やっちです。今回は淡路島二次元の森にあるドラゴンクエストアイランドに行ってまいりました。というわけでやってきました、オノコガルド。後ろに見えているオノコガルド城で受付してもらい、職業を決めたり王様から話を聞いたりします。受付するともらえるのがこちらです。いろいろもらえるのですが、大事なのがこの冒険者の印です。冒険の書も大事ですが、この動画を見たりして事前調べをしているような人には必要ないと思います。冒険者の印はここに全てのデータが入っていて、クエストを進めていくのでなくすと大変です。再発行もできません。小さいお子さんの腕につけてあげたりするときはしっかりストラップの調整をしてあげてください。他はバッグにしまっても大丈夫です。お城を出て冒険の始まりです。オノコガルドの街はこんな感じで、一見広くなさそうですが、クエストで歩き回ると結構ヘトヘトになります。街に例にするには冒険者の印を使います。駅の改札みたいな感じです。勇者の丘と魔王城には街の中から直接行くことができます。ざっくりした地図ですが、色のついているところが冒険者の印がないと入れないエリア、有料エリアです。出入り口は町と北の森でそれぞれ一つずつです。トイレがお城の横とルイダの酒場にしかありません。どちらも数が多くなかったので、小さなお子さん連れの方は早め早めに声かけしてあげた方がいいかもしれません。あ、ここや。ちょっと。最後までご覧いただきありがとうございました。そういうことや。奥にキングスライムが。どこ？あ、見える。あれ、あっちの方。街の中では玉ねぎ味とキャラメル味のポップコーンが売っていました。他に街で買える食べ物はスライム肉まんです。ペットボトルのお水も200ゴールドで売っていました。ざっくりとした冒険の流れとしては、街の中でクエストをしたら北の森へ行ってモンスターとバトル、また街へ戻ってクエストをしたら今度は北の森の奥にある神殿で中ボス戦、また街へ戻ってクエストをしたら最後に勇者の丘で強いモンスターを倒してとうとうゾウマと最終決戦という流れです。こんな感じで街と北の森を行ったり来たりします。中ボス戦を終えて街に戻るとカンタタのサブクエストを受けられるようになるようです。サブクエストも基本的には街と北の森で行ったり来たりというのを3セット行います。小さいお子さん連れでサブクエまでされる方は結構時間に余裕を見ておいた方がいいかもしれません。うちは体力のある小学校高学年と中学生でしたが、それでも2時間44分かかりました。逆に心配してたけど早く終わりそうだなと思った方は当日に町のよろず屋さんでサブクエストを追加購入することもできます。町の中では階段を降りてみたりはできませんが、宝箱の中身を探したり小さなメダルを集めたり、北の森ではおなじみのモンスターにたくさん出会えるのが嬉しかったです。最後までクエストをクリアしたらとうとう勇者の丘へと向かいます。そしていよいよゾウマとの最終決戦です。
冒険が終わると冒険の記録が変えます。冒険の思い出単体が1500ゴールド、冒険の証単体が1500ゴールド、2枚揃った冒険の記録コンプリートセットが2500ゴールドでした。単体でもセットでもフォトホルダーに入れてもらえます。ロトの紋章部分が白押しです。で、リザルトシートを見てもらうとわかるんですが、順位が出ます。ゾーマ戦は最大3パーティーで一緒に戦うのですが、その中での順位です。会心の一撃の数、与えたダメージ、小さなメダルを見つけた数で順位が決まってくるようです。サブクエストをした人はメインクエストだけの人よりも装備が1つグレードアップした状態なので、攻撃力が高くなって有利みたいです。あとは小さなメダルの数も重要そうです。私はメダルを見つけたら子供たちに譲っていたので4位になりました。1人プレイヤーさんは12枚全部集めるとかなり高得点になりそうですね。ゾーマ戦の後、堀井雄二さんの直筆メッセージが飾ってあったんですが、そこに書かれていた言葉にちょっとジーンとしてしまいました。ぜひ見逃さないようにしてください。冒険の後はルイーダの酒場にも行ってきました。限定メニューがたくさんあります。ルイーダの酒場ホットペッパーから予約ができるようなので、混雑期に行かれる方は予約しておいた方がベターかもしれません。こちらは有料エリアではありません。クエストが終わると魔王城から行けるようになるのですが、クエスト中に利用するときは一度町から出て戻ることになるので、くれぐれも冒険者の印はなくさないように気をつけてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、良い冒険を。